農薬も化学肥料もいらない。海から生まれる農業用バイオ資材が今、世界の農業コストを 30% 以上削減できると注目されているのだ。パタゴニアの冷たい海の中、水深9メートルに畑が広がっているのだ。水深9メートルに畑？先輩、海の中で農業なんてできるんですか？それって日本の農家にも関係してくる話ですよね。そう、これはただの珍しい養殖じゃないのだ。海藻を農業用バイオ資材に変える技術が実用化されれば、日本の農家の費用コストが劇的に変わる可能性があるのだ。今日はその仕組みと日本への影響を深掘りするのだ。まず背景から整理するのだ。アルゼンチン南部パタゴニアにある港町プエルト・サン・フリアン。ここに今年国内初の海洋農場が誕生したのだ。運営しているのは UNDACIN ポーイエルマー海のための財団という非営利組織なのだ。非営利組織が農業技術を開発しているんですか？企業ではなくて、それって何か意図があるんですよね。鋭い視点なのだ。この財団の目的はもともと海藻の森を守ることだったのだ。パタゴニアのサンタクルス州とティエラデルフエゴには世界有数の海藻の森がある。ところが乱獲と気候変動でこの森が激減しているのだ。そこで守るだけでなく増やす仕組みを作ろうという逆転発想から生まれたのがこのプロジェクトなのだ。栽培している海藻の名前はマクロキスキス・ピリフェラ。地元ではカチユヨと呼ばれているのだ。これが地球上で最も早く成長する生物の一つで、なんと6、8ヶ月で3メートルを超えるまで育つのだ。しかもその成長速度は竹の約2倍。竹でさえ1日に10センチ伸びるのに、この海藻はそれを上回るのだ。3メートルが6、8ヶ月で、それって植物としてかなり異常な速さですよね。竹の2倍って、もう怪物みたいな生き物じゃないですか。まさにそうなのだ。だからこそ資源として使いやすい。そしてこの財団が注目しているのは、この海藻が持つ特殊な化学成分なのだ。バイオスティューラント。日本語で言えば、生物刺激剤と呼ばれる農業用資材の原料になる成分が豊富に含まれているのだ。この言葉、今日のキーワードなのだ。バイオスティューラントって聞くと難しそうなのだ。でも、コーヒーで例えるとわかりやすいのだ。普通の肥料は、ご飯、栄養を直接与えるもの。でもバイオスティューラントは、栄養ドリンク、植物が自分で栄養を吸収する力を高めるものなのだ。食べる量は変わらなくても消化吸収率が上がるイメージなのだ。なるほど。植物が栄養を吸収する効率を上げる資材なんですね。じゃあ具体的にどうやって海で海藻を栽培するんですか？海から取ってくるだけじゃないんですか？そこが面白いところなのだ。ただ採取するのではなく栽培している。まず研究室で海藻の胞子を採取培養するのだ。それを特殊なリール状の糸につけて赤ちゃん海藻を育てる。そして2、3ミリに成長したところで今度は海の中に設置したロングラインと呼ばれる海中ロープに移すのだ。水深9メートル。水深9メートルというのが重要なのだ。深すぎず浅すぎず、この深さが海藻にとって最も適した光量と水温を保てるゴールデンゾーンなのだ。まるで農業のハウス栽培のように環境を人工的にコントロールしているのだ。つまりこれは海の精密農業と言えるのだ。海の精密農業って表現面白いですね。でも正直なぜ今なんですか？海藻自体は昔からあるのに、なぜ2026年になってバイオ資材として注目されているんでしょう？それはまさに今が転換点だからなのだ。世界のバイオスティュラント市場は2024年時点で約5000億円規模、そして2030年には1兆円を超えると試算されているのだ。その背景には3つの構造的な力がある。1つ目は化学肥料の価格高騰。ウクライナ戦争や中東情勢で原料費が跳ね上がった。2つ目は EU のファーム2フォーク、農場から食卓まで政策で2030年までに農薬使用量 50% 削減が義務化される。3つ目が気候変動で干ばつや異常気象が頻発し、ストレス耐性を上げる資材の需要が急増しているのだ。化学肥料の価格高騰、EU 規制、気候変動の3つが重なってる。つまり、バイオ資材に移行しなければ農業が成り立たなくなるという話ですよね。これって原因と結果が逆転してますよね。市場が伸びてるんじゃなくて、化学農業が限界に来てるんだ。まさにそういうことなのだ。そしてこの背景を踏まえると、
アルゼンチンのマクロキスキスが世界市場で注目される理由がわかるのだ。既存のバイオスティュラントの多くはノルウェーやチリの海藻が原料なのだが、南欧西洋の冷たい海で育つマクロキスキスは特定の多糖類、アルギン酸とフコイダンの含有量が他産地より高いと報告されているのだ。でも実はここに落とし穴もあるのだ。ここまでを一度整理するのだ。アルゼンチンの非営利組織がパタゴニアの海でマクロキスキスを栽培し、その成分を農業用バイオ資材に変える。その市場は2030年に向けて年間1兆円規模へ成長中なのだ。そして落とし穴もあると言ったのだが、それは認証コストと期間の問題なのだ。ここから日本への具体的な影響を見ていくのだ。落とし穴っていうのは、私の個人的な見解では、この技術がまだ日照段階にあることが一番のリスクだと思うんです。新しい農業資材って農家が信頼するまでに10年かかることもある。先輩はどう見ていますか？正しい視点なのだ。財団の担当者も正直に、現在まだ認証取得の段階と認めているのだ。バイオスティュラントは国ごとに規制が異なり、アルゼンチン、EU、日本でそれぞれ別の基準をクリアする必要があるのだ。この認証プロセスに3、5年かかることも珍しくない。商業化の現実的なタイムラインは2028、2030年なのだ。では、日本への影響を具体的に見ていくのだ。まず農家側のコスト問題なのだ。2024年度、日本の農業用肥料費は1農家あたり平均で約80万円。2021年比で 40% 以上増加しているのだ。これはウクライナ戦争によって尿素、リン酸など化学肥料の原料となる天然ガスや鉱物の輸入コストが跳ね上がったためなのだ。1農家あたり80万円で、前より 40% 増えている。それって規模の小さい家族農家にとっては廃業レベルの打撃ですよね。そこにバイオスティュラントが代替になれば、という話なんですね。そうなのだ。バイオスティュラントは化学肥料の完全代替ではなく補完なのだが、使用量を20、30% 削減できるという研究データがあるのだ。80万円の 20% は16万円。1農家あたり年間16万円のコスト削減になる計算なのだ。日本に農業経営体は全国に約108万個あるから、業界全体では年間1600億円以上のコスト節減になる可能性があるのだ。さらに消費者視点で見ると、肥料コストは最終的に食品価格に転嫁されるのだ。農林水産省のデータでは、肥料費が 10% 下がると生産者米価は約 1.5% 下がる傾向がある。他の農作物も含めて考えると、肥料コストが 20% 削減されれば家庭の食費への換算で月2000、3000円節減の試算が成り立つのだ。インフレで苦しんでいる家計への直接的な欲しいまま恥になるのだ。月2000、3000円というのは、家計のインフレ対策として見ると結構大きい数字ですよね。でも先輩、そのシナリオが実現するのは2028年以降なんですよね。それまでの間、農家はどうすれば？実は日本はこの分野で遅れていないのだ。住友化学や三菱ケミカルがすでにバイオスティュラント市場に参入していて、国内でも海藻由来の農業資材の研究が進んでいるのだ。ただ、日本国内では北海道や三重県の昆布、天草が主な原料で、マクロキスキスほどの規模での栽培はまだ行われていない。アルゼンチンの技術が商業化されれば、日本の研究機関との共同開発という逆輸入ルートも十分あり得るのだ。最初に水深9メートルに畑があると言ったのだ。今ならその意味がわかると思うのだ。あの畑は単なる養殖場じゃなかったのだ。化学農業が限界を迎え、気候変動が農業を直撃し、EU 規制が世界の農業を変えていく。その荒波の中で人類が次の農業モデルを手探りしている最前線なのだ。そしてパタゴニアの冷たい海がその答えの一つを持っているかもしれないのだ。最後に僕の正直な意見を言うのだ。この技術は革命という言葉を使うにはまだ早い段階なのだ。認証前、大量生産体制なし、コスト蓄総力も未確認。課題は山積みなのだ。でも化学農業が持続不可能になっていく流れは止められないのだ。問題はバイオ農業に移行するかどうかではなく、いつどの技術で移行するかなのだ。先輩の革命という言葉はまだ早い。
という言い方、ある意味で信頼できます。そういう劣勢な見方があるから、期待しすぎないで注目し続けられる視聴者の皆さんに聞いてみたいのですが、バイオスティミュラントが普及したら、農家と消費者どちらへの恩恵が大きいと思いますか？コメントで教えてほしいです。一つだけ覚えておいてほしい数字があるのだ。2030年、1兆円。これが世界のバイオスティミュラント市場の予測規模なのだ。今まさに、その1兆円市場の入り口に世界が立っているのだ。毎週月曜日は週初マーケット展望をお届けするのだ。来週も農業、食料、エネルギーなど、あなたの生活コストに直結する世界の動きを追うのだ。明日は中東情勢の続報、ホルムズ海峡と原油価格の最新動向を扱うのだ。チャンネル登録と高評価で待っててほしいのだ。また明日、なのだ。